おはようございます。たかしです。本日は5月24日金曜日、ただいま7時59分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。昨日は上髭、下髭をつけた陰線になってきております。直近ではこの為替介入での急騰急落があるんですが、そこを含めたダブルトップみたいな形が意識されてきているのがわかりますね。今まで連続陽線でずっと上げてきたんですが、ちょっとここのところ陰線が目立ってくるようになりました。そう考えるとそろそろこの辺付近からトレンド転換して下落に向かうのかなということも考えられますので、現在上昇方向でイメージされている方はその可能性も考慮する必要があります。ストキャスティクスは高値圏、MACD は少し弱くなってきましたね。ですので、現在地付近でダブルトップからの下落っていうことも十分考えられますし、ただその中でもまだ強く上昇してますので、安易な逆張りは危険です。基本的にはこの上昇トレンドに乗っていく。ただ、日足の高値圏にもう入ってきておりますので、いつ大きく下落してもおかしくない。そういうところにあるんだっていうところも念頭に入れておいてください。では、4時間足です。為替介入の下落の視点になったところはここですね。200.5 付近。このあたりから為替介入で大きく下落してきているんですね。ですので、そのあたりが今近づいてきておりますので、現在は 199.5 付近にあるんですが、もう少し距離がありますけれども、そろそろ高値圏ですので、やはり日足単位の売り圧力が強くなってくるところでもあります。昨日はここのところでは珍しくちょっと大きめの陰線が出てますよね。ここのところずっと上昇はしてきていて、陰線もあったんですけれども、昨日の陰線ちょっとサイズが大きめになってきているので、やはり日足の高値っていうのが意識されているのがわかります。基本的には上昇トレンド中です。GMMA の青帯に沿って上昇トレンド中ですが、日足単位の大きな下落になるのであれば、もう一度黄色ゾーンぐらいまでは下がってくる。ここを下抜けると195円ぐらいまで下落してくる可能性がありますが、現在はかなり高値圏にありますので、基本は今上昇トレンド中ですので、この上昇の流れに沿ってトレードをしていけばいいと思いますけれども、いつ大きく下落するかがわからない中で、昨日は結果的に日足がローソク足、上髭、下髭の陰線でしたので、ほぼ動いていないということなんですね。現在上昇トレンド中ですが、昨日その動きが止まってきてますので、本日昨日の高値を上抜けられるのか、それともここからトレンド転換で日足の大きなダブルトップでの下落に入っていくのかというところを見ておきたいです。ストキャスティクスも今下落中ですので、ちょっと弱いのがわかりますよね。MACD も少し弱いイメージになってきておりますので、そう考えるとここからダラダラと下落していく可能性も十分ありますので、その辺の動き注目です。では1時間足です。1時間足、今まで GMMA の青帯でずーっとサポートされていたのが、昨日ちょっと怪しい動きになってきてますよね。このまま GMMA の青帯を下抜けると、黄色ゾーンぐらいまでの下落が考えられます。ただ、まだ上昇トレンドを崩したわけじゃないので、もう少し待ちたいところですね。下落方向へトレードするのであれば、せめてこの赤い水平線を下抜けてから、そこから198円ぐらいまでの下落の流れを利用するといいと思いますし、現在まだ上昇トレンド中で、まだ上値は重くなってきているんですが、基本的には GMMA の青帯を下抜けてませんので、もう一度昨日の高値を目指してくる可能性もあります。その場合は昨日の高値での小さくダブルトップも意識される可能性があるので、その辺も見ておきたいですね。もちろん昨日高値を上抜けてくると高値更新になってきますので、この上昇トレンドは継続と考えますが、昨日高値を超えられないと、そこからの深めの下落をする可能性がありますので、この黄色ゾーンぐらいまでの下落を見ておきたいです。では次はドル円の日足を見ていきましょう。こちらは黄色丸の高値が意識されてまして、その辺付近で上げ渋っていたんですね。ただ昨日そこを上抜けてきましたよね。現在は157円付近にあるんですが、今までは 156.5 付近が意識されてまして、そこを少し上抜けてきた格好になります。こちらも上昇トレンド中ですが、ストキャスティクスは高値圏にありますので、それはご注意ください。では4時間足です。4時間足を見ても
わかるように直近のこの高値を上抜けてきましたね。そして昨日そこがサポートに変わっている感じがしますので、そう考えると本日はここからの上昇、158円ぐらい、オレンジの水平線ぐらいまでの上昇を考えておきたいです。そしてオレンジの水平線を上抜けると160円が次視野に入ってきますので、現在4時間足を見てもわかるようにじりじりとわかりにくい動き方をしてます。昨日もちょっとわかりにくかったですね。昨日は PMI での乱高下があったのでわかりにくかったんですが、それ以前から一昨日とかその前も結構わかりにくい動きをしておりますので、もう少しわかりやすい動きをしてくると、この上昇の流れに乗っていけるかもしれませんが、現在の動きを見ていると、確かにこのピンクのラインでサポートはされているんですが、ここの動きっていうのは指標発表後の動きですので、トレードとしてはやりにくかったかもしれませんね。1時間足とか15分足で分かりやすい上昇トレンドを作ってくれれば、そこからの上昇の流れについていけばいいと思います。では1時間足です。1時間足はピンクのゾーン、ここが抵抗になる話をしておりました。そこをようやく昨日上抜けましたね。そして現在はこのピンクのゾーンでサポートされている感じにも見えてきますので、そう考えるとここからの上昇の流れ、1時間足一応綺麗な上昇トレンドは作っているんです。GMMA の青帯も上向きですし、ジグザグという上昇トレンド、ちょっと形としては分かりにくいんですが、結果的には比較的綺麗な上昇トレンドを描いておりますので、この上昇の流れに乗っていくですね。ですので本日もすでにこの昨日の下落で押しをつけている可能性がありますので、まずは昨日高値 157.2 ぐらいまでの上昇、そしてそこを上抜けてくると、この上昇トレンドが継続ということになりますので、そこからのさらに上昇の流れに乗っていければいいと思いますが、今はかなり高値圏にありますので、昨日もそうですが、ここ突発的な下落が起こってますよね。そういう動き方をする可能性が高いところに入ってきてますので、上昇したと思ったら1円ぐらい急落するみたいな、そういう動き方をする可能性もあるので、そこはご注意ください。基本的には日足4時間、1時間全部上昇トレンド中ですので、現在のこの上昇の流れについていけばいいと思いますが、昨日みたいなこういう急落が起こる可能性が高いところにもありますので、そういうリスクがあることはお忘れのないように、その中でどこでエントリーするか、エントリーした場合はどこに損切りを置くかまでを考えて、しっかり損切り逆差し値を設定した上でトレードしていくことが大切です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。